皆さん知ってましたか？日本のコンビニって韓国人は衝撃を受けるんです。実はこれ同じセブンイレブンでも韓国と日本で中身が全く別物なんです。韓国のコンビニはちょっと買う場所、でも日本は異なっている。夜23時、眠い目をこすりながら入った瞬間、その場でここ、ただの店じゃないなと直感しました。韓国で19年、日本で9年住んだ僕が日本のコンビニの衝撃ポイント5つを解説します。デザートがプロ級、店員は専門職、生活の同伴者、雑誌コーナーがあるコンビニが地域型です。まず一つ目、デザートがプロ級ってことです。これ衝撃でしたね。日本のコンビニ、スイーツのレベルが完全に専門店レベルなんですよ。もちろん厳密には届いてないかもしれないですが、感覚としてはそうだってことですね。セブンイレブンやローソンに入ると200円から400円の価格帯なのに、バスクチーズケーキ、ドラモチ、ティラミス、どれをとってもこれ本当にコンビニという完成度があります。しかも年間で数十種類以上が入れ替わってる。つまり常にアップデートされ続けるスイーツ売り場なんだと思います。さらに細かい話をすると、日本は本気で投資してるんだなと思うんですね。冷蔵温度はプラスマイナス1度単位で管理して、糖度は日本人の好みに最適化していて、さらにしっとりとかとろけるといった食感設計まで徹底されていると思います。これはもはや食品メーカーレベルの研究開発なんですね。一方、韓国はちょっと違う事情があって、コンビニは基本、軽食ポジション、デザートを食べたいなら、スターバックスとか個人カフェに行って1000円とか700円くらい払って食べてくださいよっていう感覚なんですね。デザート以外のものだったら、ほとんど韓国でも揃えてはいるんですけれども、こういったデザートまで置いてあるっていうのが、僕は日本に来て面白いなって感じた部分なんですね。コンビニをスイーツ屋させるっていうのが面白いです。夜10時、12時でも仕事帰りにフラッと寄って300円ぐらい払えば美味しいデザートが手に入る。いつでもいい価格で安定した品質を食べれるという魅力。これ冷静に考えると普通なことではないというふうに思っております。韓国は割とコンビニがある国なので、韓国以外の外国に行ってみるとそもそもコンビニがないというところも多いという点を考えると、手に届く距離でいつでもデザート食べれるっていうことは僕は嬉しいことですね。二つ目は、店員が専門職なんだと思うんです。これね、面白いことでして、日本のコンビニ店員、調理能力がバグってると思うんですよ。皆さん店員よく観察してみてください。一人の店員が同時にこなしている作業量、軽く10種類は超えると思うんですね。レジの対応とか、公共料金の支払い、宅配便の受付、チケット派遣、コピー機のトラブル対応、電子マネーのチャージ、さらには開け物の補充までするじゃないですか。しかもこれを一人当たり平均30秒から60秒でもう秒速で処理して回していますよね。後ろに列ができても1分2分ぐらい経ってればほぼ詰まらず終わっている。この処理スピードと正確性は面白いことなんだと思います。韓国はどうか。韓国はもちろんレジとか、品出し、それ以外の細々した作業あると思うんですが、宅配とかチケットは別サービスに分かれていて、韓国でもコンビニ宅配便送れますけど、無人でタッチして自分でパッてやってもう渡せば終わりみたいな形とか、チケットは韓国にないですね。ロピーみたいなもの。だから、日本の統合モデル一人でこれやって、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 これやってっていうのが面白いです。マルチオペレートですね。これが空港で例えるなら、グランドスタッフがチェックインも案内もトラブル対応も、さらには乗務員まで全部やるような感じ。これをコンビニでやってるってことが面白いです。日本だと時給1200円ぐらいすると思うんですが、このオペレーションレベルを徹底しているのは教育システムとマニュアルの勝利的な部分もあると思うんですよね。誰が来ても同じレベルの店員に仕上げるっていう、そういったコンビニ側も工夫もあったでしょうね。僕初めて見た時にこれは人じゃなくてシステムで回っているんだなというふうに思っておりました。3つ目は生活の同伴者っていうことです。ここから一気にスケールが上がります。日本のコンビニ、もはや生活の一部じゃなくて、生活そのものなのかもしれません。まず、機能を並べてみると、ATM、マルチコピー機、住民票取得、各種保険税金支払い、宅配受付、無料 Wi-Fi とかなんか、
トイレとか、ゴミ箱もありますよね。市役所、銀行、飲食店の機能全部バババババ入れてますよね。しかも店舗数ですよ。日本全国で今約5万7千店舗あると言われていますね。都市部では徒歩5分圏内に必ず1店舗ぐらいありますよね。で韓国でもね、もちろんさっき言った通り宅配便もありますが、役割はね、あくまでも物を買う場所、行政とか保険をするとか、そこでコピーとか出力するっていうのは珍しい。ないかなと思うんですよね。だからもう日本に来て面白いなと感じたことは、困ったらとりあえずコンビニに行けという行動が成立するということですね。例えば、深夜2時で作業してて、ちょっと出かけたいなってなった時に、隣のコンビニ行けば、必ず自分が求めている何かがあるから、そこでデザート買うなり、飲み物買うなり、食べ物買うなりすることができるってことですね。外国の場合ですね、例えばアメリカだと分散されているから、何か物買いたいってなったら、車で運転して10分くらいのマートに行かないといけないような場合もあるんですが、日本だと気軽に出て5分圏内にあるっていうところは面白いポイントですね。で、4つ目はですね、雑誌コーナーがあるということです。これ地味なんですけども、かなり面白いんだなっていうふうに思いました。未だに雑誌コーナーが成立していますよね。週刊少年ジャンプ、ビジネス誌、旅行誌、さらには趣味雑誌までありますよね。入り口付近にずらっと並んでいる。成人雑誌、今はなくなったと思うんですけれども、それがあって時代もありますね。ついでに手に取って、そのまま買うという動線が設計されていると思います。売れ残りはすぐに入れ替えられて、常に新しい情報が並ぶ状態を維持していると思います。一方ね、韓国はですね、多分ね、コンビニに雑誌とか置かれてない、本は置いてるかもしれないんですけれども、ないんかなというふうに思っております。理由はそういった雑誌、ニュースはデジタル化に進んでますから、ネイバーっていう韓国のヤフーみたいなところ入れば、全部ニュース見れますみたいなことが、韓国での考え方だったんだっていうふうに思います。で、ここでもう一旦深掘ると、まだ日本では紙メディアっていうのが残っていますよね。朝の通勤とか電車の乗る前にコンビニで買って雑誌読む、本読むとかありますよね。あと韓国旅行行くときにルルプっていうんですか、そういった本を買ってテキストベースで読むっていうことも僕が外国人から見る目線としては面白いなっていうふうに思います。で5番目はコンビニが地域型であるということですね。これ日本全国を旅行してみると見えてくるものです。皆さんもご存知かと思いますが、コンビニって全国どこでも一緒だけど、実は完全に全国どこでも一緒なわけではないんですよね。例えば北海道に行けば、その地域限定の商品が普通に並んでいる。沖縄に行けば沖縄限定がありますよね。同じファミリーマートでも中身が全く違うわけであります。つまり日本のコンビニはローカル編集された小売りになってるかもしれないですね。ここで何が起きるか。コンビニが観光コンテンツ化する場合もありますよね。旅行中にちょっとコンビニ入るだけで、その地域の味、文化、流行がわかるかもしれません。例えばご当地スイーツ、限定おにぎり、地域コラボ商品とか、野菜売ってる場合もありますよね。さらには、ご当地でしか会えないようなコンビニもありますよね。確かサンクスさんがそうでしたっけがあったと思います。だから僕がそれを見てると、日本の小さな博物館に見える時もたまにあります。だから僕は日本のコンビニ見てて、単なる小売りじゃなくて、地域文化を編集して届けているようなメディアの側面も一部にはあるかなというふうに思います。はい、皆さんどうでしたか？コンビニってただの便利なお店に見えるかもしれないんですが、実はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどが裏側で鬼のような工夫を積み重ねて作り上げた超精密なシステムなんだと思います。当たり前に感じるこの便利さも海外に行くと皆さん確実に思い出すと思うんですね。あのコンビニのクオリティ何だったんだと。つまりね、日常ってちゃんと見るとこんなに面白いと思うんですよ。皆さんが毎日外に出てて何気なく見ている風景の中にも、日本らしさ、日本人の考え方、日本の文化、価値観、風習っていうのが全部詰まっていると思うんです。そういうことを一つ一つ探してみると面白いと思います。皆さんはコンビニを見たとき何を思いますか？コメント欄でぜひ教えてください。そしてこういう見えない面白さ、一緒にもっと深掘っていきましょう。以上、パックンでした。アニョン。